皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日お話ししていくのは、皆さん、日本語を勉強する上で何から始めたらいいのかわからないという方や、もうずっと勉強しているけど、全然日本語がうまくならない。そういった方いらっしゃいませんか？きっとたくさんいらっしゃると思います。今日はそういった方のために私が日本語を勉強する上で一番大切だと思うこと、そういったことについてのお話をしていきます。なので皆さん、なかなか日本語が上手にならなくて悔しいという思いをしている方、ぜひぜひ最後まで見ていってくださいね。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけれども、まず最初に皆さんに聞きたいことがあります。皆さん、ひらがなとカタカナは完璧に読めますか？ひらがなとカタカナです。あいうえお、かきくけこ、そういったかな文字のことです。このひらがなとカタカナは日本語を勉強する上で一番大切なことです。皆さん、映画やドラマ、アニメを見てるけど、なかなか理解できない、知っている言葉が増えない、動詞とか言葉、名詞とか形容詞とか、そういったことが全く覚えれない、そういった方きっとたくさんいらっしゃると思います。皆さん、ひらがなとカタカナは完璧に読むことができますかね？なんで私がひらがなとカタカナを最初に勉強しないといけないというかというと、もし皆さんがひらがなとカタカナを読むことができなければ、使える教材、皆さんが勉強するときに使えるものがかなり減ってしまいます。例えば、教科書、歌詞、映画、ドラマ、アニメ、そして私のポッドキャスト、すべて字幕がありますよね。歌詞は日本語で書かれています。なので文章として読むことができますよね。でも、ここでもし皆さんがひらがなとカタカナを読むことができなければ、皆さんが聞いた日本語、アニメや映画を見て聞いた日本語がすべて流れていってしまうんですね。頭に残ることなくすべて流れていってしまいます。これはどういうことかというと、例えば皆さんがひらがな、カタカナを完璧に読むことができれば、私のポッドキャスト、このポッドキャストの上に書いてある字幕を読むことができますよね。そしたら皆さん、私の声を聞きながら、皆さんが知らない言葉、知らない単語は何なのかをパッと見てわかるようになりますよね。私は難しい言葉や大切な言葉に黄色い色をつけているんですけれども、もし皆さんがこの文字を読むことができなければ、きっとこうやって私が大切だよって言ったこともすべて流れていってしまうと思います。この文字を読むことができなければ、この字幕を見ないまま、ただただ耳で聞いていってしまうので、きっと皆さんは大切なことをどんどん流してしまっています。どんどんなくなってしまっているんですね。文字が読めたら本当はもっともっと頭に残るはずなのに、文字が読めないことで全て頭に残らずに消えていってしまいます。それはすごくもったいないことだと思うんですね。でももちろん皆さん、漢字を覚えることって難しいですよね。漢字は私たち日本人にとってもすごく難しいです。でも、まず最初は
日本語を勉強し始めた最初だったり、まだ全然ひらがなもカタカナも読めないという方は、漢字は勉強しなくて大丈夫です。ちゃんとひらがなとカタカナを読めるようになってから、それから漢字を勉強することをお勧めします。そして皆さんに他にも知っておいてほしいことは、書く必要はありません。きっと、あいうえおという文字を書くことができなくて辛いなと思っている方もたくさんいらっしゃると思います。でも、ひらがなとカタカナを書く練習っていうのは最初のうちはしなくて大丈夫です。最初はとにかく読む練習をしてください。とにかく読むこと。これは何でかというと、書くということ、ひらがなやカタカナを書くということは自然にできるようになります。何度も何度もひらがなやカタカナを教科書やポッドキャスト、そして映画の字幕、アニメの字幕を見ていると、どん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 頭に入ってきます。自然に覚えることができます。これは実際に私もそうだったんですね。私も韓国語を勉強して、最初のうちは読むことを練習しました。そして私は韓国語、ハングルを書くということは一度も勉強していません。一度も練習していません。でも私は書けるようになったんですね。練習をしていないのに書けるようになりました。これは何でかというと、何度も何度もハングルを読んで、声に出して読むことによって、すべて頭に入っていたんですね。自然に頭に入っていました。なので私は練習せずにハングルを書けるようになったんです。これは皆さんも同じです。皆さんも日本語、ひらがなやカタカナを嫌な思いをしながら何度も何度も書く必要はありません。最初のうちはとにかく声に出して読んでください。そしたらそれが自然に皆さんの頭の中に入っているはずです。そして皆さん、もう一つ皆さんにおすすめしたいことがあります。日本語を勉強する上でとてもとても大切なこと。これはタイピングです。タイピング。日本語をタイピングできるようになってほしいんですね。タイピングじゃなくてもスマートフォンで打てるようになるだけでも大丈夫です。これは何でかというと、私は英語を勉強するときに英語で勉強しています。英語でわからない単語が出てきたら、英語で調べます。その意味を調べます。そして、英語で説明しているもの、それを読むんですね。そして理解する。それがすごくすごく効率的な勉強方法だと思います。なので皆さんも日本語を勉強していてわからない単語があったとき、私のポッドキャストを見てこの字幕を読んでわからないものがあったときは、皆さんタイピングやスマートフォンで打ってこの単語の意味は何か、それを日本語で調べてみてほしいんですね。そしたらまた日本語が出てきます。それをまた声に出して読むことで、皆さんのひらがな、カタカナを読むスキルっていうのがどん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 上がります。私がおすすめしているサイトがあって、それはニュースウェブイージーというものなんですけど、これは日本で起こっているニュース、そういったものを簡単な日本語で、そして振り仮名付きで書かれています。なので皆さん、このウェブサイトも皆さんの日本語学習にとってとてもとても重要なものになるかもしれません。そして皆さん、タイピングができるようになれば、私のコメント、私の動画のコメントに送ることもできます。私のコメントにひらがなでもカタカナでも漢字でも何でも大丈夫。間違っても大丈夫です。それでも皆さんが頑張ってコメントを送ってくれると、私も
皆さんに対して日本語で返事を返します。ひらがなだけで送ってくれると、私はひらがなで返すので、皆さんもまた私のコメントを読んで、ひらがなを読む練習ができますよね。そして新しい言葉を知ることもできます。そして皆さん、読むことができるようになれば、字幕を読むことだけじゃなくて、本を読むことができるようになります。本は本当に本当に素敵なものです。日本語を勉強するためだけじゃなくて、皆さんの心がもっともっと豊かになりますね。とてもとても幸せになることができます。そしてまた本を読むと新しい文法を学んだり、新しい動詞を学んだり、新しいフレーズを学んだり、そういった風に新しいものがどん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 頭に入ってきます。そして皆さんの日本語力がどん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 向上します。こうやって皆さんが日本語を勉強するときにとてもとても役に立つのが、まずはひらがなとカタカナなんですね。私の字幕を見ていただいてわかる通り、私は漢字には振り仮名を振っています。ひらがなで振り仮名を振っていますよね。なので皆さん、ひらがなを読むことができれば、漢字も読めるようになります。でも、私はカタカナに対してひらがなで振り仮名は振っていません。なので、カタカナも覚える必要があります。カタカナはとてもとても大切です。特に外来語、英語から借りている言葉というのが日本語にはとてもたくさんあります。例えば、リモコン、パソコン、スマホ、そういったものはすべて英語から来ていますよね。すべて外国語から来ています。そしてそういう外国語から来ているものはほとんどがカタカナで書かれています。なので皆さんが本を読むとき、何か映画やアニメを見るとき、そして私のポッドキャストを聞くとき、そしてニュースを読むとき、きっとカタカナもたくさん出てきます。なので、ひらがなとカタカナさえ覚えてしまえば、皆さんはたくさんのものを教科書として使うことができます。皆さんの勉強のための教材として使うことができるようになります。なので皆さんこれから一日少しずつでもいいので、私と一緒に頑張ってひらがなとカタカナを勉強していきましょう。私はショート動画でひらがな、カタカナを覚えれるような、練習できるような動画を作っていく予定です。なので皆さん、まだひらがなとカタカナを読むことに不安だなっていう風に感じている方は、私と一緒に頑張っていきましょう。皆さんは一人じゃありません。私は日本語教師として皆さんの日本語学習を助けるためにこうやって動画を作っています。なのでわからないことは何でもコメントで送ってください。なので皆さん私と一緒に日本語を勉強してたくさんたくさん楽しいものに出会っていきましょう。本を読んだり映画を見たりアニメを見たり日本語を勉強したら皆さんにはたくさんの楽しいことが待っています。諦めたくなることもあるかもしれないけど、きっと大丈夫です。私が皆さんの勉強に役立つものをたくさん作っていくので、これからも一緒に頑張っていきましょうね。では皆さん今日はこんな感じで、私が日本語を勉強する上で一番大切だと思うこと、ひらがなとカタカナを勉強すること、そういったことについてお話しさせていただきました。いかがでしたか？皆さん楽しんでいただけましたかね？今日の動画を見てくれた皆さんはきっとこれから本当にどん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 日本語が上達すると思います。今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。そういえば髪を切りました。どうかな？いい感じ？じゃあね。